こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日は海外の導入編をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。今日はグアムに行ってきましたので、グアムに行ってきたよ動画になります。はい。で、ホテルの紹介は今週の金曜日から今回は3つホテルに泊まったので3週間にわたってお送りしますので、ホテルのね、映像だけでいいよっていう方は金曜日からご覧いただけたらと思いますのでよろしくお願いします。はい。で、この動画では、まずフライトですね、どうやってグアムに行ったのかをお話しして、泊まったホテルどこ泊まったのかをご紹介して、観光とかに行った時は観光こんなとこ行ったよっていうのをご紹介して、現地の様子とかですかね、治安とか言語のこととか感じたところあればお話しして、総括って感じですかね。で、行こうと思いますので、よろしくお願いします。で、概要欄のところに、だいたい動画の何分ぐらいにどんな話してるっていうのを記載しようかと思いますので、気になるところあれば、そこだけ見ていただけてもいいかなと思いますので、お願いします。はい。では、早速行こうと思います。はい。まず、フライトですが、フライトは成田グアム便を、ユナイテッド航空のマイルで取りました。はい。で、マイルとかはね、また、詳しく話す動画をどっかで撮れたらいいなとは思ってるんですが、ANA のマイルとかで、国際線とかを取ると燃油ですね、燃料代みたいのが別でマイルで取ってもかかりますが、ユナイテッド航空とか、アメリカン航空とかので取るとそれがね、ほぼかからないということなので、意外とね、いいかななんていう情報もありますので、そういうの気になる方は、私以外の方もたくさん動画を上げてると思うのでYouTube とかね、検索していただけたらなと思いますが、こちらのマイルで取りました。で、マイル数は3万マイルで、往復エコノミーですね。で、今回は、便がね、合わなかったのと、ビジネスが結構埋まってたということもあり、ビジネスクラスにせず、エコノミークラスでいいかっていう感じで取ったんですが、往復3万マイルで取って、その後で、ビジネスに結構空きが出たっぽくて、安くビジネスクラスに乗れますよっていう案内がユナイテッド航空から来たので、じゃあせっかくなんで、ビジネスクラスで行くかということで、ビジネスクラスに後で1万円ぐらいかな、1万円から2万円ぐらいだったと思うんですけど、をだけマイルにプラスして出してビジネスクラスにしました。はい、そんな感じの予約方法です。はい、で、ビジネスクラスにしてるということもあり、成田空港の、今回はユナイテッド航空のね、ラウンジに入れたので、入ってきました。で、こちらは、ユナイテッド航空が、アライアンスですね。飛行機のアライアンスがスターアライアンスなので、スーパーフライヤーズカード、NA のスーパーフライヤーズカードっていうカードを持ってても入れるラウンジになりますので、SFC 持たれてる方も入れます。で、こちらのラウンジ、ちょっとラウンジの様子まず載せようと思うんですが、こんな感じで、結構高級感もあって席数も多くて食べ物は結構美味しかったなと思いますので、ファーストラウンジとかじゃなくてビジネスクラスとか、プライオリティパスとかで入れるクラスのラウンジとしてはご飯はかなり美味しい方じゃないかなっていう印象がありました。カレーとかもありましたし、結構ねお腹いっぱいになっちゃうかなっていう感じがしますが、これを食べた後に機内食があるとなんでこうなっちゃったんだって後でね後悔するパターンかなと思いますが、そんな感じです。で、撮ったものもね載せようかなと思いますが、はい、成田航空って言っちゃいますね、成田空港のユナイテッド航空のラウンジに行ってきました。はい、こんな感じでしたね。で、フライトは3時間半とかだったと思います。はい、それぐらいで行けるので、手軽にね行けていいかなと思います。で、グアムは時差が1時間日本よりも早いって感じなので、日本よりね早い国っていうのは意外と珍しいんですけど、はい、実際1時間って感じでした。で、泊まったホテルは1泊目がヒルトンさん、2泊目が椿タワーさんで、3泊目がウェスティンさんということで、グループ的にはヒルトングループで日系の椿ホテルさんで、マリオットグループのウェスティンさんという感じで泊まりました。で、基本的に全部公式かな。ヒルトンはヒルトンの公式で、椿タワーさんは椿タワーさんのサイトで、ウェスティンさんはマリオットグループのアプリで予約で、今回は全部ポイントとかを使わずに
現地決済という感じで決済しましたが、まあ価格としては椿タワーさんが今回クラブフロアに予約をしたのでちょっと価格は言ってますが、その他は2、3万だったかなと思いますので、まあ割とね、日本のホテルが高騰している中では泊まりやすい価格になってるかなっていう印象はありました。はい、そんな感じのホテルの宿泊になります。なのでこちらは、今週の金曜日からヒルトンさん、椿タワーさん、ウェスティンさん3週お送りしますので、ぜひご覧ください。はい。で、写真出たかなこういうのね、編集の時に後で困るんですけど、ちょっと出たと思います。1枚ずつぐらい出そうかなと思いますが、よろしくお願いします。で、観光ですが、観光は、グアムはメインのビーチがタモン湾ですかのところにほとんどのものが集結してるんですが、メインのエリアがバスでも10分ぐらいのね、県内にほぼ全てのものがあるので、そこをうろうろしながら、ショッピングモール見たり、ちょっとね軽食食べに行ったり街を歩いたりしてみましたが、こちらちょっと1個ずつね写真ご紹介しようと思いますが、まずハーゲンダッツさんのカフェスペースみたいなところに行ってきました。で、今日本ではないので、これはねグアムに行ったらせっかくなんで行ってみるといいかなと思いますが、日本では食べれないハーゲンダッツのパフェですねが食べれます。で、こちらは結構量があります。はい。で、2人でね1つでいいぐらいだと思いますので、食事の後とかに1人1個とか食べるとこれはねなかなか後悔するかなと思います。たっぷりアイスクリームっていう感じですね。で、今回行った時はこれがね結構アメリカっぽいなと思ったんですが、行って注文します。で、注文したメニューにストロベリーのソースとかが入ってるのを頼んだんですけど、ストロベリーソースがなくなっちゃったから、なんか他に代わりのもの適当に入れとくよ、はははみたいな感じで、それを頼んだら全く別のメニューになって出てくるっていう、ちょっと面白かったですね。日本だったらなければ販売しないと思うんですけど、お店の人の裁量で他のものを入れて作っちゃって、もはや元のメニューと全く違うメニューになってるっていう感じで、なんかちょっとアメリカっぽかったなと思います。はい、そんな感じのハーゲンダッツでした。はい、で、続いてちょっとねあったお肉屋さんに入ったのでお肉食べました。ちょっとアメリカっぽいですよね。はい。で、その他はショッピングモールあるんですけど、それとは別に免税店みたいなところもあるんですけど、メインの市街地のところにブランド品のお店とかがあるので、ちょっとこれ街の様子動画撮れたと思うので、こんな雰囲気のところがありますが、免税店と、ちょっとねブランド品のお店入ってるっていう感じで、全部のハイブランドがあるかなっていうとなかったと思いますが、グッチとかはあったかなと思いますので、ちょっとねお安くブランド品が買えるお店もあるかなと思いますので、そういうのがね好きな方はこれも楽しいかなと思います。はい、こんな感じで、意外とねホテルにいる時間がこう考えると長かったのかなと思いますが、はい、このメインのエリアだけで住むっていう方は、2泊3泊がね程よいかなと思います。2泊3泊すると2泊目3泊目の時にはちょっと土地勘が出てるので、この辺はねちょっとブラブラ歩いてみようかなとかっていうのをバスから見たりしているので、そういう感じで楽しむにはちょうどいい日数だったかなっていう気がしました。はい。で、グアム島はねまだそれより大きいので、もしかしたらね、ダイビングする方とかはそれ以外のエリアとかに面白いエリアがあったり、景色見たり夕日見たりとか、もっとねディープなエリアもあるかなと思いますので、2回目行くときはねあればそういうところも探検してみたいなと思います。はい、そんな感じでした。はい。で、治安と言語ですが、言語は空港内は、基本日本語が通じます。なので、日本の便が到着すると、入国審査とかも全部日本語で案内してくれちゃってましたので、はい、日本の皆様こちらですみたいな感じですね。もう英語でもなく日本語でこんな感じの誘導もあったので、もう日本人を受け入れる体制はねさすがにしっかりしてるなっていう感じですが、街中のお店とかは日本語は意外とね通じませんで、私は今回初めてグアムに行ったんですけど、もっと日本語が通じる印象だったんですけど、私が思ったよりは通じなさそうだなっていう感じがしました。ホテルでも意外と日本語対応できるスタッフの方が多くないなっていう印象でしたね。で、今回椿タワーさんが日系のホテルなんですが、椿タワーさんもなんか流暢というか日本語ペラペラっていう方は
レセプションとかにもほとんどいなくて、多少会話できるかなっていう方が配置されてるかなぐらいだったので、なんか思ったよりね、外国感を感じたなって感じですね。もっとこれなら日本と変わらんかなぐらい日本語が通じるんじゃないかと私は思っていたんですけど、思ったよりは通じなかったなっていう感じはしました。通じないような感じっていう感じですけど、いざ日本語でね、全開で喋ってたら意外と通じたのかもしれないですけど、はい、そんな感じでした。はい、で、治安に関してはこのタモンマのね、周辺は夜でとかしてですね、夜に歩いていても問題ないかなっていう感じでしたね。はい、なんでブラブラ一人で歩いていてもそんなに問題なさそうな感じはしました。まあ大きい車が、窓全開でちょっとね、音楽すごい音量で聴きながら若者が歌いながら走っていくみたいな光景もたくさんありましたけど、でもなんか治安が悪いというよりはなんかそんな雰囲気がちょっとだけねアメリカっぽさを感じていいかなぐらいな感じだったので、はい、治安はまあそんな問題ないのかなと思います。夜変な裏路地に一人でなぜかチャレンジして遊びに行くとかなければ、まあ何かにね巻き込まれることはないんじゃないかなっていう気がしました。はい、まあとはいえ女性がね一人で夜ブラブラ歩くとかは多少警戒した方がいいかなとは思いますが、そんなこうね日本で夜歩いてるのと違う危機感を感じたかというとそんなこともなかったですね。まあちょっとバーとかにね入っていったりお酒とかがみんな入ってる中に行ったらちょっと空気感変わっちゃうのかもですが、まあ、表にいる分には問題ないかなと思いますし、まあ、観光地なんでね現地がいる人たちのディープなエリアに行った方が違うかなって気がしますので、観光エリアにいれば、はい、大きな問題はないかなと思いました。はい、という、治安というか雰囲気と言語の状態ですねはこんな感じでした。はい、で、その他ですが準備していくといいよっていうものがまずエスタですね。アメリカの、観光ビザみたいなやつですけど、3000円とかだったと思いますが、で、2年間有効ですので、本土に行くときは絶対申請しなきゃいけないんですけど、グアムはなくても行けるんですけど、ないと他の書類を一つ書かなきゃいけないので、結局ね、そんなに手間が変わらなくなってしまうので、もう行く方はね、こちら申請しちゃった方がいいんじゃないかなと私は思います。で、グアムとかサイパンとかも含めて、アメリカに2年以内に1回でも行く可能性があるならね、やっといて損はないかなと思いますので、はい、やってしまうことをお勧めしますが、こちらは申請するときに要注意で、代行会社のサイトがものすごくあります。で、代行会社のサイトを進んでいっても、あたかも普通に申請するみたいに進んでいって、最後料金のところに行ってあれちょっと高いかなみたいな感じになるんですけど、料金がそういうところで頼むと1万円弱、8000円とか9000円とかになるので、ただ自分でね、申請するよりも3倍ぐらいになるので、はい。これはね、自分でやられた方がいいかなと思います。で、こちらは、日本語対応もしてますので、公式サイトでやっても何も問題なくできますし、クレジットカードの申請する時の書く量ぐらいのね、ことを書くだけなので、そんなね、手間でもないので、はい、ご自身でやられることを私は勧めます。で、一応ね、公式サイトを出しておきます。このサイトです。で、このサイトの右上に言語の選択するところがありますので、そこをジャパニーズにすれば、日本語対応にサイト全部になりますので、何も問題なくできると思いますので、このサイトじゃなかったら偽物だぞ。偽物っておかしいですけど、代行会社だぞと思っていただきたいと思いますので、ご注意ください。はい。で、続いて、赤いシャトルバスですね。その観光地のメインのところを走ってる、バスがあるんですが、こちらの乗り放題の、チケットといいますか、電子チケットになるんですけど、もう日本で買っていけますので、こちらもね、買っとくのがいいかなと思います。で、ちょっとこちらもね、サイトの載せようと思うんですが、3日で18ドル、5日で24ドルですね。なので、5日間フリーパスを買っても3000円ぐらいなので、タクシーをね、片道乗ったらそれぐらい行っちゃうと思うので、これは絶対に必須かなって感じがしますね。もう行き慣れてて、メインのところなんて行かないぜっていう方はいらないと思うんですけど、メインのね、観光地を移動される方はあった方がいいかなと思いますので、こちら、はい、ぜひ
いう感じですね。で、こちらのバスは1個だけ弱点がありまして、空港からメインのところに行くのがそのバスが出てないので、そこだけ何かの移動手段がいるので、ホテルに向かう方はホテルのシャトルバスとかがあればそれを使う、もしくはタクシーを使ってホテルに行ってしまって、その他のね日程はホテルのところにはバスが通ってると思いますので、バスで移動して観光を楽しむっていう感じになると思います。で、タクシーの価格としては空港からホテルまでメインのホテル群はだいたい3000円ぐらいの圏内かなと思いますので、それぐらい目安で、はい。こちらは、グアムはですね、Uber とかが使えないので、グアムの専用の配車アプリが確かありますが、そちらがめんどくさいっていう方は、空港からホテルまでだけだと思うので、価格をね、おおよそ日本で調べておいて、その価格でいけますかっていう質問だけして、それで交渉しちゃうのが、いいかと思います。はい。で、大体それぐらいだよって言われればそれで問題ないと思いますし、安心な黄色いタクシーとかですか、安心なタクシーとかを調べていただいてやれば問題ないかと思います。はい。で、タクシーは、日本円でもいいって言ってくれる方がたくさんいるので、日本円でね、3000円でいいですかとかって聞いちゃうのもありかなと思いますね。ドルを持っていればドルでもいいと思いますし、円で決済ができてしまうタクシーもあるので、もしもね、ドルを持ってなくてもそういう交渉もできるなっていう感じはしました。はい、そんな感じですかね。なので準備しておいた方がいいものはその2つぐらいかなっていう感じですかね。はい。で、初めてのね、グアム滞在になりましたが、それ単勝は、行って後悔はしなかったです。なので、もう来なくて、もう来ないは分かんないんですけど、来なきゃよかったとは思わなかったですね。はい。そんな感じだったので、行ってよかったなと思います。ただ、ホテルが少し、新しいホテルがね、少なめなので、新しいホテル好きの方は、グアムはね、そんなにもしかしたら向かないかもなっていう気がしますが、その他の方は、その他の方っておかしいですけど、そういうことが気にならなければ、海も綺麗ですし、ちょっとね、プチ海外旅行っていう感じで、日本とは違う空気感をね、感じる楽しさってあると思うので、そういう楽しさは良かったかなと思います。はい。ということで、今週の金曜日からですね、3週にわたって、ヒルトン、椿タワーさん、ウエスティンさんのホテルご紹介したいと思いますので、またご覧ください。はい。ということで、今回はグアムに行ってきたよ導入動画になります。こんな感じで終わると思います。今日もありがとうございました。失礼します。